さそり座の皆さん、こんにちは。今回はこちらを見てくださっているさそり座さんの皆さんに、間もなく起きる急展開というテーマでカードリーディングをさせていただきますので、ぜひ最後までご視聴ください。お知らせですけれども、私がオリジナルで作成したイラストのグッズなどがですね、この度販売されております。すでにご購入してくださった皆様、この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございます。ご興味がある方は概要欄の方に載せております。ぜひチェックしていただけると嬉しく思いますので、よろしくお願いします。早速始めていきますが、今回はですね、こちらのタロットカードとオラクルカードを利用して、ご自身でもまだお気づきになっていないような心の奥の深い部分も見てまいります。まず現状のさそり座さん、そしてさそり座さんにこの度のテーマの間もなく起きる急展開、そしてですね、アドバイスという形で2枚ずつタロットを引かせていただいた後に、さらに深掘りで間もなく起きる急展開に対してのアドバイスなどをオラクルカードからも見ていきたいと思います。それではスタートです。はい、それではですね、現状の状態を見ていきたいと思いますので、1枚ずつね、タロットを引かせていただいて、同時に見ていきたいと思います。はい、なんと、こんなに出てます。5枚ね。いろんなことが、さそり座さん、ちょっとね、伝えたいことが多分たくさんメッセージとしてあるのかなっていうふうに今思いましたので、普段はね、あまり5枚ってね、同時に引かないんですけど、今回はちょっとね、そういったことを直感で感じました。なので、まとめてね、見たいと思います。ちょっともう1枚、こちらのカードからも引かせていただきます。たまにね、そういうふうにこう、タロットが、教えてくれるときに、まとめて、メッセージをくれたりすることがあるので、いろんなね、意味合いがあるかなというふうに思います。まずですね、こちらの、5枚のカードを同時にね、見ていきたいと思いますので、せーのでね、一気に引きます。せーの、はい。まず1枚目が、ワンドのページ。そして2枚目が、ペンタクルのページ。そして3枚目が、ペンタクルのクイーン。はい、4枚目がソードの5番。そしてワンドの3番が出てます。いいですね。いい状態かなと思います。そしてせーの、はい。カップの8番が出ています。これでね、まとめて今現状直感的に感じたメッセージをお伝えさせていただきたいと思います。はい、これだけいろんなねメッセージがうわっと来たわけなんですけど、ちょっとねこうストーリー展開みたいな感じで流れがあるような、そういう風に今ね受け取っております。はい、まずですね、これ6枚出てきてくれたわけなんですけど、すごく現状の中でいろいろこう現実的なことですよね。現実的な何かご自身の中での今取り組んでいらっしゃることが分かりやすくねメッセージとしてカードが伝えてきてくれてるんですけど、まずは何かご自身の中で本当の意味でのこう自分の中のワクワク感の中から自分の希望ですよね。希望とか目標を見出してですね、それに対してこう突き進んでいくような、すごく夢や希望があふれるような時期っていうのが若干終わりだったことがあったのかなっていうことですよね。その夢や希望っていうのをただ夢に終わらせるわけではなくって、やはり現実的に積極的にこうご自身が行動を伴ってね、ポジティブ的にこう参加されてきたのかなっていうのがこちらからも伺えて、セミナーであったりとかスキルアップで何かをこう真剣に学ぼうっていうことでですね、ご自身の時間のねその許す限りの中でですね、そうやってご自分のそういう能力をね高めていったような時期があったのかなということですよね。でそこからいろんな出会いがあって、ご自身が本当にこう幸せだなとかね、出会いがあって、その出会いの中でねご自身がいろいろとこう影響を受けて、さらにこうペンタクルのクイーンですからね、
拡大していったりとか、器を広げるような、そういうタイミングですごくね、ご自身が夢や希望を叶えたいというようなお気持ちで、どんどんね、そういう風にやりたいことがご自身の中で現実化してきて、着実性を持って進んでこられている部分ですよね。そういう部分があったんですけど、その中でね、お人によってはすごく落ち着いたな、一旦落ち着いたな、そうやって忙しいね、お仕事されてる方なんかは、お仕事の合間を縫って、そうやってご自身の中でね、時間を作ってスキルアップをしてきていたわけですから、そういう中で、やっぱりね、何か一息ついた段階であったり、形になってきたなというような手応え的なものを感じている方、そういう方もいらっしゃるのかなということですね。あとは、能力的に、ちょっとね、試験とかを、受けられた方は、そういうふうに試験が終わってね、ちょっと一段落したなとかですね、そういうふうに技術的なものがご自身の中にね、確立したなって方もいらっしゃるでしょうし、様々なんですけど、そういうふうにちょっと落ち着いたなというふうな現状の中で、やはりご自身の中でいろんなね、人間関係もあると思うんですけどね、多分こちらから人間関係のすごくね、ソードの5番伝わってくるわけなんですけど、ご自身の中ではやっぱり能力を高めていったわけですから、スキルアップでね、器を広げて波動が上がって、そしてね、ここまでだったものがもうここまでできるよみたいな風にね、やっぱり自分の中で段階を踏んで上に上がってきたっていうようなね、意識も終わりの中で、人間関係がどうしてもスムーズにいかないなとか、ご自身がちょっとね、やりにくいなっていうような気持ちがあったりとか、あとはどうしても叶えたいよっていうようなお気持ちが先立ってしまって、執着的なね、お気持ちで自分の現実と、そしてその夢や理想っていう中でのそのギャップの中でね、自分がどうやって進んでいったらいいかなっていうようなところでちょっと摩擦が起きてしまっているようなね、そういう意味合いにも取れますし、いろんな意味でお気持ちとその心とのね、その現実とお気持ちのバランスっていうのかな、そういう部分がちょっと今っていうようなね、そういうちょっと難しい状況っていうのに感じている方も中にはいらっしゃるかなっていうことをメッセージが示してきてくれてますけど、ただこれって悪い意味ではなくって、やはりね、前に進む段階の時に波動が上がれば上がるほどに、今までのね、その不要な潜在意識下の中にある感情が湧き上がってきてるっていう部分もあるんですよね。なのでそこを乗り越えてしまえばっていうようなね、そのステップ、さらに上にステップに上がるその手前の段階っていう方もね、いると思うので、ぜひね、このリーディングをお聞きくださって、その中でね、ヒント的にご自身のそういうお気持ちのね、方向転換をスムーズにね、していただけるとね、すごく嬉しく思うんですけど、決して悪いことではないので、そういう風に感じててどうしてもね、もうやめようかなとか、ちょっと諦めようかななんていう風に思ってしまっている方こそですね、ぜひ今こそ大チャンスっていう風にね、切り替えて、そしてまたご自身のお気持ちをね、軌道修正していくような流れをぜひね、作っていただきたいなという風に思っています。そしてやはりね、そのカップの8番が出ているので、1枚でね、このカードが出ているので、いろいろなことがあって、ちょっとご自身の中でね、手放したいようなお気持ちですよね。若干波動が上がっているので、すごくね、そのいろんな今までのその自分の中のネガティブ的な感情に対してどうやって処理をしていいかなっていうような、そういうお気持ちも混ざっていらっしゃるような、そういうメッセージになっています。で、ちょっとね、気持ち的に揺れやすい、揺れ動いているというような現状ですよね。現実的にはちょっとずつね、落ち着いてスキルアップもしてという風に、現実的に見たら申し分ないんだけど、でもなんとなく感情がそこまで追っつかないとか、収まりきらないとかですね、周りの人に対してどうしてもこうやって思っちゃうんだよねっていうようなお気持ちがちょっと出やすい時期、そういう風にね、伝えてきてくれています。で、おそらくね、ちょっと未来に対してこれから先の未来ですね、これから先の未来に対して若干不安を感じている方も中にはいらっしゃるかなというのがこちらからね、すごく伝わってくるので、これから起きる急展開ですよね。間もなく起きる急展開というね、これからのね、次のテーマの時にどういう風な流れになってくるのかっていう部分とかね、この不安に対してのアドバイスですよね、そういう部分も見ていきたいなという風には思っていますけれど、新たな世界
に対しての、新天地を求めるような気持ちですね。希望であったり夢、自分が叶えたいことってもっと違ったっていうようにね、もっとステップアップしたいっていうふうに思ってらっしゃる方もいるでしょうし、何か現状のなんかすっきりしないんだよねっていうような気持ちの中でね、揺れているような方もいらっしゃるでしょうし、いろんなケースバイケースがおありになるかと思いますけど、本当にね、見てくださってるその時がタイミングですから、ぜひね、今間もなく起きる急展開というところの部分をですね、見ながらさらにね、深掘りでメッセージをお届けしたいなと思いますので、まずはね、1枚ずつ引かせていただきたいと思います。はい、もう早速こちらです。はい、そしてですね、はい、こちらです。はい、せーの、カップの7番です。そしてせーの、ソードの10番が出ています。はい、間もなく起きる急展開というところで、早速カップの7番が出たわけなんですけれども、やっぱりね、いろんな選択肢がご自身の目の前にいっぺんにやってきて、ご自身の中でどれがね、自分にとって一番最善なんだろうっていうような現状を迎えるような方もいらっしゃるかなっていうことですね。その中で、ここにね、お城が出てるわけなんですけど、やっぱりご自身の中の本当に最善最高というものをですね、決めていくような流れを決めなければならないっていうようなことに直面する方が間もなく起きる急展開でやってくる部分もあるかなっていう風にね、伝えてくれてます。で、やっぱりね、迷う時って自分の中でどれがいいのかなっていう風に思ってしまうと、決めきれずに結局は先延ばしにしてしまったりすることってあると思うんですけれど、このタイミングではやっぱりね、この物事がいい意味で終わりを告げていくようなタイミングっていうこともね、伝えてきてくれておりますので、先延ばしにするというよりかは、やはりね、選択を迫られた時にご自身がしっかりこれだよっていうものをですね、心の中で決めておくような部分っていうのが必要になってくるかなっていう風にね、感じます。で、今ね、未来に対して不安を感じているようなメッセージやっぱりありましたけれど、こういった不安、なんか知らないけど漠然としたような不安っていうのはご自身の中でね、やはり波動が上がった分手放して終わりにしていくような流れっていうのがね、このタイミングでやってくるっていうことを、このね、続きでソードの10番が知らせてくれているので、不安を感じてたよっていう方はですね、何か自分の中の夜明けを迎えるようなタイミングなのかなっていうところもですね、お伝えできます。で、選択を迫られるっていう部分では、今まで努力してきてこられた方、ご自身がスキルアップでね、いろんなこと、夢や希望に対してのご自身が叶えようってしているようなことに対して、いろんな選択肢が増えてくるよっていうことですね。で、ちょっと執着的なお気持ちもありましたから、自分にとってどれが得なのかなとか、どれが自分にとって損なんだろうっていうふうに考えてしまうと、やっぱり最善最高なのかっていうふうに見た時には決めきれなくなってしまうような流れを作ってしまうので、ご自身がね、本当の心でやっぱり向き合っていくような部分がこれから必要になってくるのかなっていうのもね、含んでいるメッセージになっています。で、ご自身がですね、そうやって何かこれだっていうものを決断することによって、もう夜明けですから、いろんな今までのちょっと苦しい部分っていうのが終わりを告げて、パワーがね、ご自身の本当に100あったパワーが今までであれば50しか出せなかったよっていうようなことであっても、決断をね、どんどんご自身の中でしていくことによって、不要なところにエネルギーを注ぐ必要がありませんので、今までのエネルギーが戻ってきて、その一心、自分が決めたことに対して一つのエネルギーがね、注げるすごくいい時期をこれから迎えるよっていうことも含んでのメッセージですから、これからね、かなりエネルギッシュなパワーでご自身が進んでいけるような急展開でね、やってくるような部分もあると思います。
ご自身の中でね、自分にこんなに才能あったんだとか、自分がこんなにエネルギッシュだったんだとかですね、そういうふうに何かねいろんな意味で、エネルギー的な強さ、ご自身の中での、可能性であったりとか、そういうふうにですね、いい意味でポジティブな部分をどんどん発見するようなタイミングにもなってくると思います。で、今まではね、何か執着的なね、ソードの5番が出てたので、自分にとってどれがいいんだろうっていうような考え方だったんだけれども、それがね、私はこうしたいとか、私は今これに惹かれてるんだわっていう風に焦点をね、本当に自分軸に当て直す大チャンスが訪れるっていう風にもね、伝えてきてくれてるんですよね。今すごくね、このお城が目に入ってくるんですよね。で、このお城が目に入ってくるっていうのはやっぱりね、ご自身にとってのすごく最善であったりとか最高っていう意味合いに今取れてるんですけど、そういう風に何かご自身が自分軸を持ってですね、エネルギッシュに何かを進んでいくようなことがこれからね、間もなく起こってくるようなことが伝えてきてくれてます。ここに対しての何かアドバイスというものをですね、タロットやオラクルカードを使ってちょっと見ていきたいと思います。はい、こちらです。まずね、こちらとはい、こちらです。はい、じゃあね、こちらから開いていきます。せーの、はい。力のカードですね。そしてこちらです。せーの、はい。はい、女帝のカードが出ています。はい、まずですね、すごく優しさ、ご自身の中での力っていうのを、一つには優しさっていう風な部分を一番メッセージ的に感じるんですけど、やっぱりね、他人を許すことであったりとか、先ほどね、ちょっと人が信じられなくなるような部分、想像のね、5番のところでメッセージ、なんとなくね、対人関係の部分ですよね。そういう部分の中で、やっぱり許せないことであったりとか、ご自分の中で消化できないような人間関係のね、そういう摩擦というまではいかなかったとしても、いろんなことがあったとしてもですね、何かご自身の中でそれをもう許す、ご自身をしっかりね、受容していくっていうような流れに変わっていく、ご自分の中に愛が溢れていくタイミングであったりとか、そんなことじゃなくって、もっと自分に集中して、自分がね、本当に幸せって、じゃあ自分にとって本当の幸せってなんだろうっていうような、ちょっとフォーカス、焦点がどんどんね、自分の方に向いていくっていうような流れを作っていくこのタイミングですよね。なので本当に自分に100パワーが戻ってくるので、今まではね、そういうふうにやりづらいことに対してどうしてもエネルギーがいってしまって疲れやすくなっていたりとか、自分がね、集中できなかったりとか、いろんなことが終わりだった方もいたかもしれませんけれど、そういうふうに自分に対して100焦点がいくことによってエネルギーが戻ってくるタイミングですよっていうことを伝えてきてくれてます。あとはですね、何かご自分の中でのポジティブなもの、こんな才能があったんだとかですね、自分はこんなにできるんだなとかっていうような、ご自分に対して自己肯定感というのも高くなってきますよ。高くなってくる時期になりますっていうことをですね、伝えてきてくれているので、ご自分にとって本当にいい意味でポジティブに転換していくようなタイミングに、ね、なってくるんだってことをね、伝えてきてくれてるんですよね。想像の10番が出てますから、本当に夜明けのタイミング、今までのことで、執着的なね、そういう精神的な何かお辛い気持ちであったり、そういったものが何かがあるっていうよりかは、このタイミングでなんとなく思わなくなっちゃったとか、気にならなくなっちゃったとか、そういうふうにですね、直感的にご自身の中でエネルギー的な部分から変わっていくような流れを体験するタイミングがこれからやってきますよというような風にメッセージが伝えてきてくれております。
はい、そしてですね、この女帝のカードですよね。もう本当に今力強くパワーをね感じてるんですよね。女性という女帝ですから、女性らしいっていう部分なんですけれど、今ねすっごいなんかこう行動する男性性に近いようなエネルギーを感じてます。で、今こそ行動するタイミングなんだよっていうことをですね、すごく伝えてきてくれているようなことを感じています。で、ご自身の中でのね創造性、こういう風にした時に自分が想像したこと、想像できることっていうのは別のパラレルにねしっかりあるから、そうやってねご自身を信じる力を持つことによってどんどんとそのパラレルが開かれていくんだっていうことをですね伝えてきてくれています。なので今こそねご自身が行動すべきタイミングなんだっていうことをですねすごい感じるので、ご自身の中でね、今こそそうやってねご自分がいろんな選択肢に狭まれるような急展開が起こったとしても、ご自身の中で力強くそれをね生かして行動を移すタイミングに変えていくことができますよっていうこと、そしてご自分の思っているようなね願いであったり希望というものを叶えていくようなタイミングがこれからやってくるっていうことをですね伝えてきてくれていますので、できるだけねご自分の希望に近いようなやり方、ご自分がこうあったらいいよねとか、妥協しないということもアドバイス的には感じますけど、やっぱりねご自分の意思を貫いたりとか信じるお気持ちというのを持ちながらですね行動するということをですねやっぱり頭の片隅に入れておいていただけるといいかなと思います。なのでようやくこのタイミングで努力が報われていくよっていうことですね。そしてお人によってはですよ、急展開なので結婚があったりとか、妊娠や出産っていうことをね迎える方もいるかもしれませんけれども、仕事の面でもねいろんな意味でこう動きがね早くなったりとか、ご自分の中で今までちょっとうまくいかなかったんだけど、なんとなくねご自分がちょっと年上の女性かな、やっぱりね年上の女性に対して年上の女性からすごくねこう認められたりとか、認められてねご自分がやっている仕事の中でね何か新しいそういう試みであったりとか、そのプロジェクトの一員っていうのかな、そういうのに抜擢されたりとかね、そういう風に仕事の面でもですね認められて急に何か抜擢されたりするような方ももしかしたらこのタイミングいらっしゃるかなっていう風にも伝えてきてくれてます。あとは何にもね別にお仕事もねされてない方もいらっしゃると思うんですけど、その中で日々の日常の中でね急にお気持ちが今まではねちょっとこう心配したりとか、ちょっとご自身の中でね気になるようなことをフォーカスしてしまいがちだったっていうようなね生活を送ってらっしゃった方もですね、このタイミング見てくださってるこのタイミングで何かご自分の中でエネルギー的な部分での流れが変わってポジティブなねお気持ちでいろんなこと、今まではフォーカスしていた先がちょっと不安なことであったりっていうことがポジティブなこと、嬉しいことであったりとか、ありがたいなっていうことだったりとか、美味しいっていうような気持ちであったりとか、そういうお気持ちに対してすごく強くねご自分がフォーカスの先にねこう視点がいくっていうのかな、そういう風にね変わってるようなことも若干終わりだったりすることもあるかもしれませんから、ぜひねその小さなことがご自身の中のその大きな何か現実につながっているので、ぜひねそんな小さなことなんていう風に思わないことをおすすめします。ちょっとしたことからね本当にトントン拍子でいろんなことが変わっていくっていうこともあるので、ぜひねそういったメッセージもありますからご参考にしていただきたいなというふうに思います。そしてですねオラクルカードからもメッセージ受け取っていきたいと思います。まずねこちらです。はい、こちらとこちら同時に見ていきたいと思います。せーの。はい、ソードの9番ですね。
はい、そしてせーの、はい、フレンドシップです。はい、まずですね、ソードの9番が出てるわけなんですけれど、先ほどねソードの5番の時にですね、ちょっとネガティブ的なお気持ちであったりとか、未来に対してのね若干不安があったりとかっていうようなねメッセージ性がありましたけど、ここでもねそのことに対してちょっと言及しているようなメッセージが届いていて、やはりねその不安とかってもうご自身の中で何か根拠があって出てきているわけじゃないんですよねっていう方もいると思うんですよね。何にもないんだけどなんか不安を感じるとか、なんかご自身の中で先に行っていいのかなっていうようなお気持ちがどうしても出てしまうんだよねっていう時って誰しもあったりするわけなんですけど、やっぱりねそういう時っていうのはご自身のお家にとどまるだけではなくって、ちょっとね自然に触れていただけるといいかなというふうに思います。で、直感的に感じるのは川であったり、川の流れってやっぱりねご自身の浄化につながっていて、日本ってね神社とか自然に行けば必ず神社があってっていうようにね、その土地その土地に神々っていると思うんですけれど、そういうふうにねなんかご自分の中で惹かれる自然であったりとか、神社があって川が流れていて、そして後ろに山があってとかね、そういうふうに何か思った時に行ってみたいなっていうような場所、惹かれる場所があったらぜひねそういうところに行ってくださいっていうふうに感じます。で惹かれた方ですけどね、そういうふうに私もよく神社さんに行かせていただくんですけど、やっぱりねその土地その土地神々がいるので、川でね神を感じたりとか、そういうふうにね神社さんに限らずそういう山とか川とか自然の中でね神々を感じる部分っていうのもありますので、ぜひねそういうふうにどこでご自分の気持ちが癒されたりとか転換していくかってわからないので、自分ではやっぱりどうしようもできないんだよねっていう時は多少グラウンディングであったりとか、そうやってね自然に触れるっていうことが必要なタイミングでもあるのかなっていうふうに感じます。なのでご自分の中でね惹かれる神社さんやそういうふうに山とか川とかそういう場所がありましたら、ぜひねご自身でちょっと足を運んでみるのもいいかなというふうに思います。その時にやっぱりねお守りくださいっていうんじゃなくって、やっぱりねいやさかありがとうございますいやさかっていうふうにねお互いにとってのエネルギー交流じゃないんですけど、やっぱりフレンドシップっていうのがここにあって、神々とのね交流っていうのをやっぱりここでも伝えてきてくれてるわけなんですけれどね、これ2枚同時に引いたので、やはりね同じ意味合いで2つで1つっていう風に取った時に、やはりねそういうエネルギー的な交流が大切になってくるのかなっていうのもここからすごく感じます。なのでいやさかっていう風にね、日本の神々なんか特にそういう風にね自分の声に出さなくっても心の中でね言うだけでやはり交流としてエネルギーの循環じゃないですけど、いい意味でねいいものがお互いに流れ合っていくっていうような部分もありますので、ぜひねそういう神々との交流もねご自身の中でしっかりとね作っていただけると、ご自身がなんとなくすっきりしたとかですね、そういうふうに気持ちが不安じゃなくなってきたっていうふうに感じるようなことの手応え的な部分があるかもしれませんので、ぜひね惹かれた方はぜひ足を運んでみていただけるといいかなというふうに思います。で、今年はおすすめは龍神様の神社なんかはねすごくおすすめです。今年は辰年ですからすごくパワフルで龍さんってねやっぱり優しい龍さん、日本のね龍神様って結構優しい龍さんが多いですから、水なんかね川とか流れてるところにも結構龍神さんいたりしますので、ぜひねそういう風にご自身が楽しんでね行かれると、またエネルギー交流も盛んになってねご自分のエネルギーもすごく高まってくるような実感が感じられるかなと思いますので、ぜひ龍さんのね神社もおすすめです。いかがでしたでしょうか。さそり座さんのリーディングは以上になりました。
ぜひね、この急展開で何か決断しなければいけないことが起こったり、ご自身の中でね、なんかちょっとうまくいってなかったなっていうようなことが終わりを告げるようなね、急展開なタイミングがこれからやってくる部分、終わりになるかもしれません。ぜひね、少しでも共感していただけましたら、チャンネル登録や高評価の方もいただけると嬉しく思います。そして皆さんいつもコメントの方もありがとうございます。これからも拝見させていただきますので、ぜひ書いていただけますと大変嬉しいです。それではですね、ただでさえ何かね、こう動きを持った、何かこれから動き出すようなタイミングを迎えるようなリーディングでしたけれども、このリーディングによって最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しています。それではまたお会いいたします。ありがとうございます。